デュラハンが原点と違いすぎる。この、それ手で持ってるの不便じゃないと突っ込みたくなる謎の存在はデュラハンと言います。デュラハンは架空の存在として日本のゲームやアニメなどのサブカルチャーに敵勢力の中ボスや幹部といったそこそこの重要度を持ったキャラクターとしてしばしば登場し、その影響で韓国や中国のサブカルチャーにも同じような感じで近年よく登場するようになってきました。作品により多少の描写の違いはありますが、共通する特徴としては首から上がなく西洋の騎士の格好をしており、馬に騎乗しているというものがあり、特にサブカル特有の種族の属性分類としてプッシャー、アンデッドであるという強調がよくなされます。そんなわけで聖水とか清めの塩とかセイクリッドターンアンデッドとか生属性っぽい何かがよく聞くという設定とセットなことが多いデュラハンですが、ああ、よくあるよねそういうのって感じのある懸念事項があります。それは原点の同一キャラと全然違うということです。デュラハンはアイルランドの民話であるフェルト伝承に由来しており、これが原点となっています。ここで登場するデュラハンは首なし魚者とも呼ばれ、首から上がなく首自体が存在しないかその首を手に抱えているという描写は日本のサブカル設定と共通ですが、デュラハンは個体名ではなく種族名のようなものであり、老若男女どれかに限定されず、兵士から聖職者までさまざまな職業の姿をしているものがおり、馬に乗っていることもあれば馬車に乗っていることもあるという表記も見られ、結構違いがあります。そして決定的に違う部分は、デュラハンの種族性は悪しき妖精の一種とされていることです。なんとアンデッドではありません。つまりもし仮に伝承通りのデュラハンが現れた時、困ったことに生属性の攻撃は効かないということになります。聖水も清めの塩もセイクリッドターンアンデッドも効きません。ない首をかしげて不思議そうにさせるくらいが関の山です。悪しき妖精とは言っても悪魔のようなものとは違い、死人が出る家にふらっと現れたり、突然顔に血をぶっかけてきたりなど、いたずらの域をちょっと超えたくらいの微妙な悪さであり、積極的に邪悪なことをするわけでもないので、多分文化の違いで物事の認知が人とは違うか、単に性格が悪いだけでしょう。妖精なので物理攻撃も多分効きませんが、幽霊みたいなものっぽいので念仏を唱えれば成仏するかもしれませんね。そんなわけで原点と全然違う日本のサブカルデュラハンさんですが、どうしてこうなったのかはよくわかっていません。まあ架空の物語の話ですし、ぶっちゃけどうでもいいっちゃいいんですが、それがなんだかよくわからない架空の化け物デュラハンです。ところがどっこい、最新研究でこの謎がついに判明しました。いやなんでそんなの研究してんだよ、本当にまともな学術機関のやつかそれ。特に理系方面の方はこんな感想を持ったかもしれません。おいおい説明するのでとりあえず落ち着いてください。1970年代から80年代にかけて欧米では TRPG が流行し、ケルト伝承を題材とするブームが巻き起こりました。この時欧米ではほぼ原点になぞる形で広まったのですが、1980から90年代にこのブームが一部日本に流入した際、アイルランドのノーベル文学賞受賞作家で1930年代頃にケルト伝承の復興運動を行ったウィリアム・イエイツの著書、日本人翻訳家の井村公恵氏が翻訳した際、デュラハンの表記について厳密な文脈的には幻影を意味するファントムズと正気を意味するゴースツのことをまとめて幽霊と直訳したことにより、この翻訳版から日本の漫画やゲームなどがイメージを取り入れ、他の伝承などのアンデッドと混同される形で定着し、サブカルの発展とともに急激に広がっていったとのことです。デュラハンのイメージとして幽霊と結びつけて意訳すること自体はなんとなく的を置いている感もありますが、特徴がインパクト抜群なことでドラキュラとかその辺の仲間にされちゃったみたいですね。でも原点ではインパクト強めのモブくらいだったのが中ボスクラスまで格上げになったので、デュラハンさん的には良かったのかもしれません。こういった異文化が交差した時に概念の融合などで新しい別の文化が誕生する文化のハイブリッド化は、文献学や民族学などで深い学術的意義を持ちます。今回の知見では単にデュラハンの認知の変遷点が特定されたということだけではなく、ゲームや漫画やアニメといった現代のサブカルチャーが国際的な文化交流において重要な役割を果たしていることや、翻訳や解釈の誤解が必ずしも悪いことではなく創造的な再解釈の契機になり、国際的な文化摩擦の干渉剤として相互理解の一助を担う効果があるということが証明されました。実際
我が国においてこのようなサブカル産業の経済効果は従来この役割を担っていたスポーツ産業をはるかに上回っており、輸出額で見ると現在最大である自動車産業の20兆円規模に今後10年の間に並ぶ勢いを持っています。簡単に言うとオタク文化は日本経済を救い、それだけでなく世界人類社会全体に貢献するということです。大いに推進していきましょう。それでは引き続き解説パートの方をご視聴ください。こんちは。フォトだよ。シルだよ。今回は例のやつを最初に持ってきたんだね。この小細工は一体何のためなの？先に大雑把な説明をした方が解説しやすいんじゃないかなと思って、試しに順番を入れ替えてみたんだ。小賢しいことを。でも先に本題から入った方が視聴者さんもわかりやすいかもだね。それで、デュラハンがなんで原点と全然違うのかは分かったけど、後半の部分がどうつながるのかがいまいち分かんなかった。ぶっちゃけデュラハンについてはだから何？って感じだけど、それがどうオタク文化の有用性と関係するのか、もうちょっと具体的に教えてほしいな。そうだね。そのあたり言葉での説明だけだとちょっと分かりにくかったかもね。この研究はユラハンについてだけでも民族学的には価値のある知見なんだけど、アニメやゲームなどの現代のサブカルチャーが国内でそれを広めて非常に強く定着させた後に、さらにまた広く海外に広がっていったっていう流れを証明したことが学術的にとても重要な部分になってくるよ。このあたりのことをもうちょっと詳しく解説していくね。まず動画の内容通り、日本でのデュラハンの設定が原点と全然違う原因は、翻訳の誤訳というか、日本人に受け入れやすいようにイメージを意訳したことが大元だということが突き止められたんだけど、その微妙な違いが決定的に違う形でゲームや漫画などに導入され、一気に広まることで全く違う形のままそのイメージが定着したということも分かったんだ。これは異文化から取り入れたものを自国の文化と融合させ、それまでになかった新しい文化を創造したとも言えるね。でも間違ってんじゃん。こんなの見たらアイルランドの人怒らない？アイルランドの人が怒ってるって話は聞いたことないけど、ケルト伝承のガチ勢の人なんかは怒ってる人もいるかもしれないね。でも何がその人にとっての地雷なのかなんて千差万別だし、直接会うような場合でもなければそんなことどうでもいいよね。大事なのはこの件について双方の国の相対的なことを考えると、確実に双方にとって有益になるということなんだ。事実としてその存在を知らなければ興味を持つこともない。だからたとえ間違っていたとしても、これで知ることによって一定の国際交流と経済効果が生まれるんだ。あ、そっか。確かに、そもそもデュラハンって存在を知らなかったら、少なくともこのルートでケルト現象とかアイルランドのことなんて考えることすらないもんね。中学社会で世界地理を覚えるときに、イギリスの正式名称がグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国ってなっていることを知って、一時期は一緒だったブリカスとアイルランドから、アイルランドが島の北部の一部を残して独立したから、そんなことになってるって分かったとき、覚えるのめんどくさいからお前らまとめてブリカスになっとけよって思う程度にしかアイルランドのことについて考えることないもんね。それほぼ全てのアイルランド人がブチ切れるやつ。当事者相手だと絶対に冗談じゃ済まないタイプのネタ言うのやめて。とまあそんなわけで、異文化交流っていうのは誤訳や誤解があったとしても、文化そのものについて悪く言うものでなければ新しい価値を生んで双方に有益になるってわけなんだけど、今回はこれに加えてもう一つ重要な要素があるんだ。それはこの結果がアニメやゲームなどのオタク文化によって急激に広まったという拡散力と、それが強力に定着してそのまま海外に輸出されたというコンテンツ力だよ。動画でもあった通り、日本のデュラハンのイメージが一人歩きしだしたのは1980年代から90年代なんだ。そして2000年代から2010年代頃には韓国や中国への輸出と定着が始まってる。つまりこのたった20年から30年足らずの間に
ただの流行ではなく、新しい文化が根付いて広まったということになるんだ。これは従来のマスメディアを含む口伝や書籍を介しての異文化交流を圧倒的に上回るスピードとパワーとなっているよ。言われてみると確かにすごいね。流行がすごいスピードで広まることはよくあるけど、すぐに廃れて新しい流行に移り変わってくもんね。その点、デュラハンはしっかり文化として定着したまま広がってるね。でもこれってなんでなんだろう。研究者の分析によって、これはゲームやアニメといったオタク文化特有の性質が関係していることが明らかとなったよ。特にゲームでは、ユラハンみたいな神話の存在は、RPG なんかでしっかりとキャラクター設定がされる。そして、コンピューターゲーム自体がすごい拡散力を持っているから、その設定も一緒に拡散されていくんだけど、それに乗っかって、公式非公式問わず設定資料集や図鑑が作られたりもする。この凄まじい拡散力とコンテンツ力を持った設定をもとに、漫画やアニメがこれを引用して活用することで、相乗効果によりさらにこの性質が強化加速されていくんだ。これがさっき言ったみたいに、それぞれ経済効果と個人間での友好的な国際交流を生むんだから、その社会有益性は凄まじいものになっていると結論付けられるね。文化的な国際交流というと、オリンピックの例でもわかるように昔からスポーツがあるけど、少なくとも日本では経済規模から見るともうとっくに超えちゃってる。質の面で見ても、日大タックルとか国士舘大麻とか道頓堀ライブとか、スポーツ団体の反社会的な側面の実証例の枚挙にいとまがないことから考えて、社会貢献という観点では完全上位互換の文化だと言えるね。ただ、スポーツ産業には健康増進のための適度な運動を推進する効果があったりとか、単純に比べられない要素もあるけどね。すごい、オタクすごい。言ってることも経歴も大したことないテレビとかに出てくる自称専門家とか、NPO の高金チューチューで食ってるくせに勘違いして調子に乗って、何回たいこと言ってる組織代表とかより全然社会の役に立ってる。そうだね。事実としてそういうことになるよ。というより、そういう人たちは比較対象どころか、いない方が社会のためだけどね。そんなわけで、オタク文化はめちゃくちゃ社会の役に立っているので、みんな楽しみつつどんどん推進していこうね。今回の研究論文は、政治ジャーナルズっていう科学ジャーナル誌で、限定アクセスになってるよ。誰でもは見れないけど、見れる人は興味あったら見てみてね。それじゃあ今日はこれでおしまい。せーの。ご視聴ありがとうございました。この動画は、ワークにおける科学知識の一般理解と、学術知見のエンタメ活用を推進する、ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。